イギリス人女性を殺害後、たった一人で2年7ヶ月もの逃亡劇を演じた市橋達也。彼は捜査から逃れるため自らの手で整形し、沖縄の離島で過酷なサバイバル生活を送った。日本中を騒がせた逃亡劇の驚きの方法とその結末とは。はい、どうもアルゴリトリのケンちゃんです。どうもヤミヤミとということで今回は今から13年前、千葉県でリンゼイ・アン・ホーカーさんを殺害し、そこから約2年7ヶ月もの間逃亡を図った市橋達也容疑者についてご紹介していきたいと思います。ちょっと前のことだけどすごい報道されてたわよね。そうなんですよ。日本中を揺るがす大事件なんです。ここでは犯人の衝撃すぎる逃亡方法や驚くべき執念を皆さんにご覧いただきたいと思います。一人の力で逃げ続けた市橋達也。2年7ヶ月という長きにわたる逃亡劇の結末とは。リンゼイ・アン・ホーカーさん殺害事件。2007年千葉県市川市、当時28歳だった市橋達也は働きもせず親が所有するマンションに住み、月15万円の仕送りで生きる自堕落な生活を送っていました。そんな市橋にある日、一つの出会いが訪れます。2007年3月20日深夜に市橋は駅前で見かけたイギリス人女性に激しく心惹かれるんです。その人こそこの事件の被害者である当時22歳のリンゼイ・アン・ホーカーさんでした。そして市橋はリンゼイさんに突然こう話しかけます。昔洗濯機を直してあげたのを覚えてませんか？もちろんこれは彼女に近づくためにとっさについた嘘。当然思い当たる節のないリンゼイさんは人違いですと告げ立ち去ろうとするんです。しかし諦めきれない市橋は美術を学びたいので英語を教えてほしいんですよ。怪しいものではありません。あなたの家で水だけでも飲ませてもらえませんかとしつこく食い下がったんです。するとリンゼイさんは疑いながらも友人とルームシェアしていた自宅へ招き、水をあげ英会話のレッスンを約束したんです。そして5日後の3月25日、約束の英会話レッスンが行われたのですが、市橋はレッスン料を忘れたと言い、家が近くだから支払いのために一緒に来てくれと要求。リンゼイさんはお金を受け取るために市橋宅に同行したんです。そして家の中に入った途端、なんと市橋はリンゼイさんに突如抱きついたんです。それを怖がったリンゼイさんがこれを拒むと、市橋の態度は豹変。彼女に殴りかかり、結束バンドで手足を拘束し、浴槽に入れ監禁。リンゼイさんは隙をついて大声で助けを呼んで脱出を図ろうとするのですが、この行動に市橋は焦り、なんと首を絞めて殺害したんです。リンゼイさんはこの時22歳で、母国のイギリスにはボーイフレンドもいました。なぜそんなに知らない男に簡単についていくのかと思うかもしれませんが、リンゼイさんは日本人のことを好きで信用していた純粋な心を持った女性だったんです。余計に市橋のやったことが許せないですよね。リンゼイさんを殺害した後、市橋は土や発酵促進剤などを大量に購入し、証拠隠滅を図りました。そして一度外出しようと玄関を出た時、なんとそこには警察官が立っていたんです。実はこの時リンゼイさんが帰らないことを心配した同居人が警察へ通報していたんです。リンゼイさんの家を捜索していると、市橋達也の電話番号とメールアドレスが書かれた紙を見つけた警察は、市橋の元にちょうど事情聴取に来たところだったんです。これに動揺した市橋は逃走。高校時代陸上部に在籍し、俊足だった市橋は事情聴取に来ていた6名もの警官を振り切ることに成功し、非常階段を駆け下りて東京メトロ東西線の行徳駅に逃走しました。そしてここから日本中を騒がす逃亡劇が始まることとなります。果たしてその驚きの逃亡方法とは。いや、警官6人振り切るなんて相当足早いこの人。陸上部だけなことはありますよね。まあ日頃修練を積んでたんでしょうね。市橋の逃亡劇はこうして幕を開けたんです。捜査から逃げるために市橋が取った行動は想像を絶するものだったんです。狂気の整形。警官をまいた市橋は自分が捕まったら死刑になると思い、絶対に捕まりたくないと考えたんです。そしてとんでもない行動に出ます。コンビニに立ち寄り裁縫道具を購入し、近くにあった病院のトイレへと忍び込むと、購入した裁縫道具で自ら整形手術を始めたんです。逃げるためには顔を変えなければと考えた市橋は、麻酔もなしに鼻を針と糸で縛り上げ形を変えたんです。この時の市橋の所持金は5万円弱。逃走資金節約のため無賃乗車を繰り返し、埼玉、群馬、茨城、青森と各地を転々とし、彼がたどり着いたのは大阪の西成でした。逃走資金を稼ぐために市橋は西成で働くことを決意。しかし自分の顔は報道によって知られている。このまま働いたらバレると考え、2度目の整形を決意します。今度は分厚かった下唇を薄くしようと、ハサミで下唇を切除したんです。
またも麻酔なしで無理やり顔を変えたんです。しかし整形後、市橋は西成で初めて自分の手配書を発見し、これに恐怖を覚えます。やっぱり働くのは危険だと判断した市橋はほとんどの金を費やし、自給自足に必要だと思うものを購入。そこから彼が向かったのはフェリー乗り場でした。市橋は人目につかない南の島で暮らそうと考え、沖縄の久米島近くの小さな島大波島へ渡ったんです。ここからわかるように、彼は少しでも捕まる危険性を感じると頻繁に場所を変えていったんです。絶対に捕まりたくないという執念を感じます。ここから大波島でサバイバル生活を始めた市橋ですが、その環境は想像以上に過酷だったんです。飲み水すら満足に調達できず、夜は大量の蚊や野生動物に襲われる生活。市橋は次第に脱水症状になり、空腹にも耐えられなくなってしまいます。そして1週間が経った時、市橋は大波島での生活を諦めました。逃亡資金も尽きていたので、ついに働くことを決意したんです。2007年6月、市橋は再び大阪を目指します。その頃、自らの左頬にある2つのほくろが特徴と書かれた手配書を見つけた市橋、すぐにカッターナイフでほくろ2箇所を切り取る3度目の整形手術を実行します。そして名前、年齢、出身地、血液型などを偽り、住み込みで働ける会社を見つけ、しばらくそこに身を隠すことにしました。そうして3ヶ月間働き、80万円ほど稼いだ時でした。職場の同僚がテレビでイギリス人女性殺害の指名手配犯を探すという番組を見たと話しかけてきたんです。それを聞いた市橋は、やはり同じ場所に長居することは危険だと思い、再び沖縄の大波島へ渡ることを決意するのでした。今度はサバイバルに関して勉強し、魚や蛇を食べることで命をつないでいました。ここから市橋は金がなくなると関西で住み込みの仕事をして、たまると離島へ渡るという生活を繰り返しました。そんな生活を続けるうち、気がつけば逃亡から2年6ヶ月もの時間が経過していたんです。しかし遺族が駐日イギリス大使館での記者会見を行うなどの積極的な活動もあり、世間は市橋のことを未だ忘れていなかったんです。市橋達也の肉声も公開され、100人体制の捜査を150人に拡大していたんです。そしてこの後、思わぬことがきっかけで市橋の逃亡生活は終わりを告げるんです。いや、よく麻酔なしで自分の顔切れるわね。痛み感じないのかしら。多分ね、痛かったと思う。まあね、ここまでね、うまくね、逃亡を続けてきた市橋達也なんですが、ついにね、逃亡劇も終わりを迎えるんです。確保。逃亡から2年6ヶ月ほど経過したある日、住み込みの仕事をしていた市橋がいつものように仕事場の寮に戻ってくると、スーツ姿の男たちがうろうろしていました。警察だと思った市橋はすぐに逃走。そしてまた顔を変えることを思いつきます。そしてこの時の所持金は90万円ほど。今度は自分で整形するのではなく、身分証も不要で安く整形が受けられる病院を探しました。そうしてたどり着いたのは名古屋の病院。ここで市橋は眉間を高くする手術を受けます。しかし逃亡のために行ったこの行動が皮肉にも逮捕のきっかけになってしまったんです。整形手術は無事終わったのですが、術後市橋の写真を見ていた医師はあることに気がつきます。それは顔にあった傷が市橋のほくろの位置と一致していたんです。医師は過去にニュースで見た市橋のほくろの特徴を覚えていました。その場所が傷と一致する。医師は即警察に通報しました。警察は病院を張り込み、抜歯の日に来る市橋を待ち伏せしたんです。しかし予定日を迎えても市橋が姿を現すことはありませんでした。実は医師に感づかれたことを察していた市橋は病院に戻らず、自らの手で抜歯を行っていたんです。ここからも彼がどれだけ普段から注意を怠らず逃げ切ってやるという執念を切らさずにいたかがわかります。その後市橋は名古屋を離れ、福岡のホテルに滞在。市橋はもう昔の自分の顔ではない、そう高をくくっていたんですが、そのホテルのテレビで報じられているニュースを見て愕然とします。なんと整形前後の顔写真が公開されていたのです。さらに住み込みで働いていた各所から続々と情報提供が寄せられ、会話から想定される足取りなど次々と彼の痕跡が暴かれていきました。この状況に焦った市橋はどうにか離島に逃亡しようと神戸のフェリーターミナルへと向かいます。ですがこの日はあいにくの欠航でした。頭を抱える市橋に職員が大阪からは夜の便があると告げると、市橋はタクシーに乗り大阪まで向かいます。午後3時、市橋は大阪のフェリーターミナルへと到着。この日沖縄行きの出港は午後10時。まだ出発まで7時間もあったのですが、市橋は待合室から一歩も動きませんでした。辺りはすでに暗くなり、沖縄行きの客が集まり始めたその時、突如市橋の目の前に警官が現れます。そう、実は市橋と話した神戸のフェリーターミナルの職員はある違和感を覚えていたんです。沖縄に行く人はほとんどが大きな荷物を持っている。しかしこの男はほぼ手ぶら。連日のニュースで市橋だと疑った職員は市橋が去った後、大阪のフェリーターミナルへ連絡していたのでした。連絡を受けた大阪の職員は待合室から動かない市橋を見て本人だと確信、警察へ通報していたんです。そしてついにその時が訪れます。名前を聞かせてもらえるかな。警察からそう問われた市橋が返した言葉は、市橋達也です。それだけでした。
こうして彼は抵抗することなくあっけなく身柄を確保されたんです。事件発生から2年7ヶ月、市橋の逃亡劇はついに幕を下ろしました。その後無期懲役の判決が下され、市橋は現在も服役中です。闇のウェブ、ダークウェブに流通しているサイバー攻撃ツール。なぜか今世界中のハッカーたちがこのツールを買い求め、日本で行われる世界的イベントに矛先を向けているという。果たしてハッカーたちの狙いとは。一足が渡った沖縄の離島覚えてるかな。